おはようございます。ケンです。今日もテスラの最新ニュースを一つの流れとして整理していきます。結論から言います。今テスラは苦しんでいるのではありません。むしろロボタクシー時代に入る直前の最終局面に入っています。モデル Y の大幅な値引き、株価の反発、イーロン・マスクさんの過激とも言える発言。これらはバラバラのニュースではなく、すべて同じ方向を向いています。今日はその一本の線を僕なりの視点で読み解いてみたいなと思います。では、まず最初に今起きている最新ニュースを整理していきます。テスラは現在、モデル Y を中心に大幅な値引きやインセンティブを行っています。割引だけではなく、低金利ローンだったり、特典付きのオプションなども含め、販売を強く後押しする動きを行っています。一方で、テスラ株は一時の低迷から反発の兆しを見せています。そして、イーロン・マスクさんは、無人ロボタクシーは数週間以内に始まる。世界を変えた人は週40時間労働ではないといった非常に強いメッセージを発信しています。この3つを並べると多くの人はこう感じるかもしれません。売れないから値引きをしているのではないか、イーロン・マスクのいつもの誇張ではないかですが、ここにこそ重要な視点のズレがあるんです。ではなぜ今、テスラはあえて値引きをしているのでしょうか。通常の自動車メーカーであれば、値引きっていうのはネガティブなサインです。需要が弱い、在庫がさばけない、利益率が下がる。しかし、テスラは通常の自動車メーカーではありません。テスラが今最優先しているのは、1台あたりの利益ではなく、走っている車両の総数です。なぜなら、その先に FSD とロボタクシーがあるからです。ロボタクシーの世界では何台の車が走っているのか、どれだけの走行データが集まるのか、どれだけ早くネットワーク効果が立ち上がるのか、これが全てを決めます。モデル Y の値引きは短期的には利益率を下げます。しかし、中長期ではロボタクシーとして稼働できる車両を増やしたりとか、FSD のデータを収集、さらに FSD からの収益というのも上がってくるので、今は利益率が下がるかもしれませんけれども、中長期的には利益率 100% という FSD の収益っていうところから利益率を上げるということをしてくるんじゃないかなと思います。つまりこれっていうのは弱さではなくって戦略的なインフラ投資とも言えるのではないかなと思います。ではここで FSD と他社の自動運転をちょっと比較してみたいと思います。昨日も少し比較してみましたけれども、Waymo と比較してみたいと思います。Waymo は非常に高性能な自動運転技術を持っています。ただし、走れるエリアっていうのは限定的です。車両数も限られています。高価なセンサーに依存しています。しかし一方でテスラはどうでしょうか。カメラ中心のシンプルな構成です。量産している車がベースです。すでに世界中で数百万台が走っていて、その数百万台を一気に変えるということも当然できるわけです。こういった違いっていうのは決定的じゃないかなと思います。テスラの FSD は完璧な自動運転を少数で実現するんではなくって、十分に安全な自動運転を大量に一気に展開をすることができるっていう思想で設計されているんです。だからこそイーロン・マスクさんは無監視運転はほぼ解決したと言えるんです。これは楽観論ではありません。スケール前提の設計思想の違いなんです。では次にイーロン・マスクさんの発言について考えてみましょう。世界を変えた人は週40時間労働ではない。この言葉を聞いてブラックだ、無理がある、時代遅れだ、そう感じた人もいると思います。ですがここには重要な前提があるんです。ロボタクシーや完全自動運転はすでにある技術を改良する話ではありません。人類がまだ本格的に到達していない領域なんです。前例がない、正解もない、誰もやりきったことがない、そういう分野では普通の努力、平均的な働き方では普通の結果しか出ないんです。イーロン・マスクさんの過激な労働観っていうのはテスラが普通の自動車会社ではないということの裏返しでもあるんです。ではここでテスラの株の話に戻ります。最近テスラ株は再び注目され始めています。理由は EV の販売の回復だけではありません。市場が見始めているのはテスラが EV 企業から
AI と自立経済の中核企業へと変わりつつある点です。ロボタクシーが実現すれば、車を売って終わりではなくなります。走り続けて稼ぎ続ける資産になってきます。これはビジネスモデルの根本的な転換です。ではそういったことを踏まえて少し先の未来、これを想像してみましょう。モデル Y が自家用車として売られ、数年後にはロボタクシーとして稼働している。テスラは車を売る会社ではなく、移動というサービスを提供する会社になります。この時重要なのは、どれだけ早くその世界に入れるのかです。今の値引きはそのための布石なんです。そういったことを踏まえて今日の内容をまとめていきます。モデル Y の値引きっていうのは弱さではないんです。FSD はスケール前提で設計されているんです。イーロン・マスクさんの思想っていうのはロボタクシーと直結していて、テスラは EV の会社から AI 経済の基盤企業へと向かっているんです。これらはすべてロボタクシー時代の前夜という一つの文脈でつながっていて、さらにその先では人型ロボットオプティマスという世界、ここまで見据えてテスラは今すべてを丸ごと一つとして設計をしているということになります。そういったことを踏まえて皆さんに聞いてみたいと思います。皆さんにとってテスラっていうのは車の会社でしょうか？それとも AI と移動の OS、これからのインフラの会社でしょうか？どちらの視点を持つかで今日のニュースの意味っていうのも全く変わってくるんじゃないかなと思います。僕の YouTube を毎日ご覧になってもらっている方はすでに車の会社という認識が薄れてきているんじゃないかなと思いますけれども、このあたり皆さんはどうでしょうか？ぜひコメントで教えていただければと思います。はい。では最後にテスラの株価チェックしておきましょう。本日は少し上げて450ドルを超え、現在451ドルとなっております。このまま450ドルオーバーで終えてほしいなと思います。はい。では本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら、高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。1月30日の金曜日と31日の土曜日、1泊2日でイベントを滋賀で行います。1月30日は真冬の琵琶湖を EV で一周しようという企画からソーラーシェアリングで農業をしているいちご園に伺います。そして1泊して翌日は僕が今紹介している洗剤のナノトップを使って実際に掃除をしてみようかなという計画をしています。こちら僕テスのトシさんと EV ライフジャパンさんも参加予定です。ぜひ面白そうだな、参加してみたいなと思われる方は僕の公式 LINE の方で連絡をください。ホテルの絡みもありますので、ご自身でホテルを取るんだったら別にいいんですけれども、ちょっといいホテルを安く泊まれるんで、もしそこに興味がある方は早めに連絡の方よろしくお願いいたします。そしてこの企画はですね、今年を皮切りに毎年やっていこうと今計画をしています。ぜひ楽しそうだなと思う方は来られてみてください。はい、では本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。